こんにちは、加藤です。これまで100作品高評会でデッサンを始めたばかりの方からの作品を募集してきたわけですけれども、前回96回目の作品出品していただいたやややさんから何を書いていいかわからないというご質問いただいたんですね。なので今日から何回かに分けて、これからデッサンを始められる方がどんなものをどんな風に書いていったらいいのかっていうあたりを、時間はですね、15分から30分程度毎日続けられるような、そういったデッサンの触りの部分を何回かに分けてやっていきたいと思います。で、最初は形取り。形を取ることに主眼を置いて、ある程度形取りができるようになってきたら、今度は調子をつける。陰影を利用した立体表現。そんな風に徐々にグレードアップしてチーフも変えていきたいと思いますが、最初は形取りの練習から始めてみたいと思います。まずは書くことに慣れていく。実際に書きながら紙に鉛筆でいたずら書きを書くことが気負わずに楽な気持ちで落書きができるような、書くことが自然になるようなことを目指して毎日ちょっとずつデッサンの触りの部分をやっていきたいと思います。始めてみましょう。それでは早速どうぞ。久しぶりにこんな感じのセッティング。テーブル上に用意したのがキャンベルのトマトスープ缶とアップルティーの箱。2つ用意してみたんですけれども、今日はどちらか行ってみたいと思います。キャンベルのスープ缶から行ってみましょうか。これはね、クロッキー帳です。これは丸マンの SM というサイズ規格のクロッキー帳なんですけど、皆さんご用意される上ではもうちょっとちっちゃくてもいいかなと思います。本当に落書きという感覚で、絵を描くそのこと自体がね、特別なことじゃなくて、楽な気持ちでスケッチしてみようという狙いで、今回は行ってみたいと思います。今日こっちはなしで、これだけで行ってみましょうか。用意してほしい道具は鉛筆と紙なんですけど、ステッドラーの 3B と練りゴム、そしてクロッキー帳。じゃあね、形取る練習ということで、プルタブのついた缶なんですけれども、そこまでは追求しないで、円柱の缶詰の缶が置いてあるぞっていうあたりを捉えていきたいと思います。あんま見えないな。3B やめて、ユニの 6B に持ち替えてみました。私はね、こんな風に書き始めます。大体の印象をまず書いてみるんですね。こんな風に。線を束にしてって言いますが、2本3本どころか10本20本くらいまとめて線を引いて、最終的にどれになるのかまだこの段階ではわからないけど、だいたいこんなかなっていうあたり。こんな風に線を引いてみます。で、ある程度大まかな形が見えてきたなという、こんな状態まで当たりをつけてから、とりあえず中心、円柱形態はね、中心どこかなっていうのを見てみましょう。こんな風に真ん中に1本補助線薄くガイドラインを引いてみます。で、左右がだいたい対称になるように、右下がりとか左下がりにならないように、こんな風に引いてみたりして。で、次に上の楕円と下の楕円を比較したときに、下の楕円の方が気持ち、この横幅に対する高さ、丸みが、下の楕円の方がちょっとこう、広がって見えるというか、膨らんで見える。そんなのを想定して書いてみます。で、ここまで書いたら比較してみてどうでしょう。ちょっと背が低いかな、高いかな。横幅を狭めてみようかな。そんな風に書いてみないと比較ってできないので、まずね、ダメ元で書いちゃうんですね。書いた後で、それが合ってるかどうかを確かめます。で、よく見ると、この缶は上の、この金属の見えているグレーというか、銀色に見えているところがちょっと幅が広くて、で、この紙でラベルが貼ってあるあたりは、ちょっと細くなってるんですね。でよく見ると、この底の部分、
もう一段内側に入っている。つまり最後にちょっと内側に、角が取ってあるというかね、断面で言うと上が一番広くてボディが垂直で底の部分がちょっとこう内側に入っている。こんな風な一番外、真ん中で最後内側に入って1段、2段、3段になっているようなそんな構造をしているようです。というわけでこの形取りのポイントとしては縦横の比率を見つつ一番外側が広いところちょっと内側に入ったボディで最後ここが内側にもう一段入って狭くなっている。こんな感じで捉えていきます。鉛筆はねこんな風につまむように持ってで線を束にしてこう太い線でいいですから書いていきます。で私なんかもこう構造を理解するのにこんな落書きをね隣に書いたりすることよくあるんですけれども、皆さんもそのデッサン練習というか形取り練習する上で分かりにくいところはこんな風にね形が分かるようなスケッチを隣にしてみると理解が深まっていいと思います。でよく見ると外側内側ってここに段差があったりするんですね。この部分断面段差の部分で今日は形取りの練習なのでこのプルタブとかもあんまり追求しすぎないで大体の印象だけこんな感じがするなくらいまでにしておきましょう。こんな感じこんな感じでどんどん描いていくと絵がこうごちゃごちゃしてくるっていうかね、複雑になってきますけれども要素は、必要な要素はどんどん入れていきましょう。でここは上の赤と下の白が2色に分かれているんですけどこの比率はどうなのかな。比べながら上と下の赤と白の比率だいたい1対1のようにも見えるんだけどちょっと赤が面積が多いような気もする。見えない裏側もこうやって楕円を描いてみて想定しながら手前のこのカーブを描いてあげる。このカーブがですね上中下、一定のルールに沿って徐々に潰れた楕円から広がってくるようなそういうカーブをイメージして手前の見えてる形を見えない裏側も同時に描きながら捉えていきます。こんな感じでよく見るとちょっと左側のこの辺りに丸いラベルの中にコインかななんかバッジみたいな金色のマークみたいなのが書いてあってでここに文字がトマトスープトマトスープっていうこのレタリングもこういったラインガイドラインに沿って文字が並んでいるので同じようにこうやってガイドラインもこのカーブした楕円をガイドラインをこんな風に書いてあげます。ここにトマトその下にスープこんなあたりにスープそしてキャンベルの文字はこのあたりかな結構上の方に白抜きの文字なので実際これ文字まで書こうとすると超大変だと思うんですけども今回は大まかな当たりをつけるところまでであんまりね深追いしないで本当に楽な気持ちで、書きすぎないというかやりすぎないというかね追求しすぎないで形取りだけを目標に捉えていってみましょう。というわけで、立体表現とか陰影表現は今日はちょっと追求せずに、単純に固有色の色を塗り分けくらいまでこんな風にしてみましょうか。どうでしょう。だいぶ手数が入ってそれらしさが出てきたんじゃないでしょうか。この段階で気をつけたいのはこのね貼ってあるラベルのこの円みたいな丸の形が変な形にならないようにしたい。この曲面に貼られてるようにしたいので形をよく確かめます。そうするとこんな形ですかね。こんな形。はい、余計な線を消していきます。練りゴムで描いていくそういった感覚で、
これまで描いてきた線の中からいらないところを練りゴムで消して整理していきます。このエッジの線も一本に絞ってシャープに綺麗に、清書みたいな感じですね。はみ出た線でいらない線を取っていく。ちょっとスリムになりすぎたかな。でもだいぶ印象は合ってきたんじゃないかな。ちょっと背が高い感じですね。ここ少し削りましょう。そこの部分。最初に言った、一段段差があるっていう分だけ長くなった気がするので、その分だけ削り取ってあげます。実寸にして3、4ミリちょっと削ってみます。はい、削り取った時にこんな感じかな。こんな感じ。これがその内側にちょっと引っ込んで見える、狭まって見える部分、管が細くなる、そこの部分ですね。ここの部分、ちょっとだけ内側に入って狭く見える。さあ、こんな感じかな。どうでしょう。若干左が下がって右が上がってるかな。このね、左右をこう見比べたときに、右のカーブと左のカーブがだいたい同じように整列してくれるように何回か見直します。で、見直して線を何度も引くうちに、またちょっとね、広がってきちゃったんですね。太くなってきた。線の高さが下に向かって長くなってきたので、また削り取ってあげます。こんな風にデッサンの勉強って書いて違和感に気づいて、そこを修正していく。その繰り返しなので、何度も書いたり消したりすることになるんですが、その手間暇を厭わないで、なんか違うなって感じたときに、即直していける人になりたいですね。で、あとここになんか文字がちょっと書いてあって、で、トマトスープ、キャンベル、せっかくなんでね、ロゴもちょっとだけ書いてみましょうか。上のこの形はだいたい良さそうですね。ここ一段段差があって、で、赤い色がここから始まる。で、文字がこの辺。で、このラベル、金属ラベルじゃないな。金属メダルっぽい。なんかの賞を取ったあれなんですかね。金属メダルっぽいやつ。そしてここから赤い色と白色が分かれるところ。で、下の方はこの辺りをガイドラインに文字が、これね、文字を書くとき、レタリング書くとき、最初にね、終わりを書くといいです。例えば、トマトってあるんですけど、ここに O が来ます。で、ここに T が来ます。トマトの T。で、ここが O。で、その間の真ん中あたりに何が来るんだ？ A か。A。で、T。で、M。で、O。はい、こんな感じでしょうか。今、大まかな配置、文字の位置をこうやって書いているんですけど、太く見えるところを見つけて、例えば A の縦の線とか T の縦の線、O の縦の線、太く見えるところを見つけて書き入れてます。まだね、こうごちゃごちゃしてる感じですけれども、ちょっとずつ塗りつぶしながら、こんな風に塗りつぶしながら寄せていきます。近づけていきます。こんな風に。
落書きって言ってる意味がこれでなんとなくわかると思うんですけど、最初からこう上手に綺麗に描こうと思いすぎないで、いっぱいこういう補助線というか、いらない線をいっぱい引きながら、ちょっとずつ寄せていくんですよね。なので、失敗怖がらずに、まずは描いてみる。で、描いてみたときに、なんか印象違うな、太いな、大きいな、っていう印象の違いに気づいたら、ちょっとずつ直していきます。今、でかかったので、ちょっとちっちゃくしてみます。こんな風に。ちょっとちっちゃくしてみたり、T もちょっと大きすぎたのかな。A も大きすぎた。それぞれの文字がちょっとでかい感じだったので、今ちっちゃくしています。こんなかな。トマト。いや、でもでかいな。これはね、練りゴムでちょっと薄くしましょう。全体的に。薄くした上で、配置は良さそうなんだけど、上下の幅を狭くしましょうね。上はここまで、下はここまで。幅を狭くして、で、スープも入れましょう。スープ。ね、こんな感じで。描くときには、ふにゃふにゃっと、本当に、いたずら書き、落書きみたいな感じで、最初に印象だけ捉えていきます。パッと見た時の文字の幅だったり、その太さだったり、どんなくらいの、どの程度かな、みたいなことだけを見て、で、後から削って、ちょっと整えていく。この M がなかなか決まらないですね。M。トマトの M がポイントになりそうだな。あまり背が高くなくて。で、文字と文字の間、隙間があんまり空きすぎない。で、大きくなりすぎない。レタリングってね、バランス難しいんですよね。こう、似せるっていうのも難しいですけど、この程度まで。こんなかな。はい。で、もう一個のポイントは、読めないものは読めないように書くっていう。例えばここ T って文字があるはずなんですけど、サイドで細くなりすぎてるせいか、ちょっと T って読めない。ただの縦棒にしか見えなかったりする。そういったところはその程度まで書いてあげる。それ以上追求しない。そんな風に印象を捉えることに特化して、例えばこんな感じで、ここら辺も白抜きの文字がこんな入ってくるんですけど、一個一個の文字じゃなくて、こんな感じの筆記体みたいな文字がなんとなく並んでるぞという感じが捉えられればいいかなと思います。影描かないとか言いましたけど、ちょっとだけ調子つけておきましょうか。はい、こんな感じで、今日はキャンベルの缶をクロッキー調に軽くスケッチしてみよう。で、最後これ手の指をついたところの汚れをね、少し取ってあげましょう。きれいにして、はい、17分くらいかな。はい、今日のスケッチ完成です。はい、皆さんもこんな感じで家にある、その辺にあるもの、毎日1個ずつ、15分から30分程度、自分の集中力が続く範囲でいいと思うんですけれども、スケッチするのを習慣にしてみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。最初はあまり多くを望まずに書くことに慣れる。普段から紙と鉛筆があれば落書きが楽な気持ちでできるというあたりを目標にして、あまり肩に力を入れて意気込んだりしないように、上手くなってやるぞとかね、上手になるためにはとかっていうねばならないみたいな、そういった重い気持ちはちょっと捨て去ってですね、軽い気持ちで、ちょっと落書きしてみようかなというふうに、普段の生活に落書きが取り入れられるような、そんな日常を目指して、進めていきたいと思います。これから何回かお付き合いください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。